今回はクリークのルールを説明します。パズルを解きたい方は動画の説明欄にリンクが貼ってあるので、そちらから解いてみてください。それでは左側にあるプレイヤーの説明から始めます。操作方法は1ボタンにしていて、入力モードは自動に設定しています。矢印を見てください。マスの上でボタンを押すと黒マスになります。もう一度ボタンを押すと小さな点に変わります。さらにもう一度ボタンを押すと白マスに戻ります。次にルール文を読んで説明していきます。1、盤面のいくつかのマスを黒く塗りましょう。盤面にあるいくつかのマスは黒マスになって、いくつかのマスは白マスのまま残ります。2、数字は数字がまたがる最大4マスのうち、黒マスとなるマスの数を表しています。数字はマスの角にあたる部分にそれぞれ配置されています。例えば、この数字の2はまたがっている4マスの中の2マスが黒マスになることを意味しています。3、黒マスにならないマスは白マスとなります。そしてすべての白マスは縦横に一つながりになっていなければなりません。パズルを解いていくと白マスになると確定する場所がいくつか出てきます。そのようなマスを一つながりにして黒マスで分断してはいけないことになっています。以上でルールの説明を終わりにして、ここからは例題を解いていきます。一番左上にある数字の0を見てみます。この0はまたがる4マスの中に黒マスが0個であることを意味しているので、4マスすべてが白マスになります。白マスであると確定したマスには小さな点をつけて目印にします。右下にある数字の4を見てみます。先ほどとは逆にまたがる4マスの中の4つすべてが黒マスになることを意味しているので、すべて黒マスにします。隣にある外周の数字の0を見てみます。またがる2マスの中に黒マスが0個になるので、小さな点を2つつけます。外周の左側にある数字の0も同様に考えて小さな点を2つつけます。外周の上側にある数字の2を見てみると、またがる2マスの中に黒マスが2つになるので、2つとも黒マスにします。外周の右側にある数字の1を見てみると、またがる2マスの中のどちらの1マスが黒マスになるかまだわからないので、何もせずにこのままにしておきます。右上の角にある数字の0を見てみます。またがるマスが1つだけで黒マスは0個になるので、1つ小さな点をつけます。左下の角にある数字の1は先ほどとは逆の理由で1つ黒マスにします。左上の数字の3を見てみます。周りの4マスの中の黒マスは3つになります。すでに白マスが1つ確定しているので、残りの3つを黒マスにします。隣の数字の2を見てみると、先ほど2つ黒マスを確定したので、残りの2つに小さな点をつけます。下にある数字の1を見てみます。すでに黒マスが1つ確定しているので、残りの3つに小さな点をつけます。隣の数字の2の周りは白マスが2つ確定したので、残りの2つを黒マスにします。ここからは白マスのつながりに注目していきます。例えばこのマスを黒マスにすると白マスが分断されることになってしまいます。なのでこのマスを白マスであると確定させます。一つ上にあるこのマスも黒マスにすると分断されてしまうので白マスにします。数字の2の周りに白マスが2つ確定したので残りの1つを黒マスにします。そして分断されないように白マスをつなげます。ここで右上の領域を見てみると、一見してどのように解いていけばよいかわからないように思えます。数字の2の左上にあるマスを仮に白マスにしてみましょう。すると残りのマスが黒マスになって白マスが分断されてしまいます。
このマスを白マスにできないことが分かったので、黒マスにします。右上の白マスが分断されないように白マスを下に1つ伸ばします。数字の2の周りの白マスが2つ確定したので、残りの1つを黒マスにします。もう一度右上の白マスを下に1つ伸ばします。下にある数字の1の周りの白マスが1つ確定したので、残りの1つを黒マスにします。白マスが分断されないように白マスでつなぎます。すべてのマスを黒マスと白マスに確定させることができたので、チェックボタンを押してみます。すると、正解ですと表示されました。それでは最後に5問のパズルとその答えを表示して終わりにします。ご視聴いただきありがとうございました。